こんにちは。今日はとても簡単な袖なしのプルオーバーを作っていきます。作り方はとても簡単です。長方形を2枚作って、それの肩と脇を縫い合わせて作ります。ただその前と後ろのサイズが少し違っています。そうすると着心地が楽になります。それと今回私はこのポリエステルの糸を使って編んでいくんですが、この素材をいろいろに変えることによって春も冬もいろんな季節に使えるプルオーバーが出来上がります。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はこれはダイソーさんのポリエステル毛糸。色はベリー 150g で約800メートル。材質はポリエステルで使用かぎ針の目安は8号。今回これを2本一緒にして10号で編んでいきます。で、このポリエステルは静電気がすごくあるので違う素材で編むことも考えてみてください。あとはマーカーととじ針。この糸は約 1.5 ミリぐらいに見えます。2本だとこんな感じ、3ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。まず後ろ身ごろの長方形を作っていきます。鎖を編んで細編み、模様編み。この最初の鎖の長さを決めます。私はだいたい横幅60センチにしていきます。女性ものの L で60センチ、M で56センチ、S で54センチぐらい、LL で64センチぐらいがいいかと思います。これはあくまで目安なので好みのサイズに合わせてください。私は鎖を60センチ、それと少し長めにプラスして編んでいきます。で、この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な長さまで編んでいきます。必要な長さまで鎖を編んできました。私は60センチに少し余裕分をプラスして約66センチ編んできました。今はまだ数を数えていません。次に細編みを編んでいきます。この細編みの数を数えていきます。しばらく編んで数を数えます。まず細編みを編むので鎖をもう一つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、次も次もこのまましばらく一つに一つの細編み。これはしばらく編んでみて実際に肩にかけてみて好みの長さにします。で、その細編みの数を数えて3の倍数プラス2にします。私は60センチぐらいにしようかと思っています。鎖の状態よりも細編みの方がイメージしやすいので細編みの数を数えて、あと長さを体に当ててみて
好みの長さにします。私は60センチよりも少し短めに変えるかもしれません。実際に型に当ててみて好みの長さでストップします。細編みを59センチ編んできました。私の細編みの数は74、3の倍数プラス2になっています。必要な数だけ細編みを編んだら、ここでストップして次の段 V を編んでいきます。これを後でほどいておきます。少し大きな鎖1つ、裏返します。鎖の根元に長編み、鎖の根元はこの端の細編み、長編みをします。普段は鎖3つを最初の長編みの代わりにするんですが、今回はこの鎖1つと長編み1つ、これを最初の長編みの代わりにします。で、この鎖、このかぎ針のすぐ下にマーカーをつけておきます。2本の糸の下、次から V、 足元1つ飛ばして2つ目に V、 長編みをします。鎖1つ、同じところに長編み、これで V、 次も V を編んでいきます。足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に V、 長編み、鎖、長編みで V、 最初は細編み1つ飛ばしました。次からは2つ飛ばしていきます。次も2つ飛ばして3つ目、このまま端まで V を編んでいきます。2段目の端まで来ました。また足元1つ飛ばして2つ目に長編み、この2本の糸の下、長編みをします。これで V の段が終わりました。次は四角を作っていきます。また大きな鎖1つ裏返して根元に長編み、マーカーで、次は四角、まずこの V の長編みの上、この長編みの上に長編み、鎖1つで、また V の長編みの上に長編み、これで四角ができました。長編みと四角で、また四角を作っていきます。 V の
長編みの上に長編み、長編みの上に長編みで四角を作ります。鎖1つ、四角ができました。また次もこれで端まで編んでいきます。四角を編んで端まで来ました。最後の長編みに長編み1つ、このマーカーをつけているところ、ここに長編み、これで四角の段が終わりました。次は V、 この V と四角を繰り返していきます。次は V、 鎖1つ裏返して根元に長編み、でまた次から V、 この四角に針を入れて V を編んでいきます。これで V ができました。次も四角に針を入れて V を編んでいきます。これで端まで編んでいきます。端まで編んだらまた長編み1つ、次はこの四角を編んでいきます。四角はさっき編んだのと同じ V の上に四角を編んでいきます。最初は長編み2つで四角、長編み2つ、四角、長編み2つで、四角が終わったら V、また四角 V と繰り返していきます。このまましばらく編んでいきます。これは後ろ身ごろで、前身ごろは少し幅を変えていきます。それをまた後で紹介します。後ろ身ごろを編んでいる途中です。このままずっと同じ幅で作っていこうかと思っていたんですが、少し変更してここで一旦糸を切ってちょっと内側からスタートしようかと思います。で、反対側も少し内側でストップして、また次の段少しだけ幅を狭くして同じように編んでいこうかと思います。そうするとこの部分だけ狭くなって、袖ぐりを作った時にこの分だけ脇の下に余裕分ができます。で、着心地が楽になります。こっちも同じ。この分だけ余裕分ができます。簡単なので今回はこれで編んでいこうかと思います。で、この長さについて、私は今回全体を約50センチぐらいにしようかと思っています。で、これから作る袖ぐりの長さは20センチよりも少し短いぐらい、だいたい18センチとか20センチにしようかと思っています。これもお好みで
もう少しゆったりとさせても大丈夫です。私はなので50センチから20センチを引いて、この長さは30センチ、30センチ編んで、次に狭くして、で20センチ編んで、全体を50センチぐらいにしようかと思います。なのでこの幅は作りたい長さから袖ぐりの長さ、だいたい18センチとか20センチぐらい。私は今回約30センチ、30センチまで編んできました。で最後は V で終わった方が次から編みやすくなります。でここで一旦糸を切って次の段を編んでいきます。段数でいうと20段で、最後は V、 糸を切ります。で今まで表裏表裏って編んできたので、次は裏返してここから編んでいきます。で新しい糸で、糸を出すのはこの部位の左側、ここから糸を出して長編みを始めます。今までと同じです。鎖1つ、根元に長編み、ここが端の長編み、次から今までと同じ、ここにも長編み、鎖、このまま反対まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。端まで来ました。最後の部位の右側、ここに最後の長編み、これで最後は長編み2つ、次の段を編んでいきます。今までと同じです。根元に長編み、 V を編んでいきます。このまま端まで編んで、ここでまた次の段、これを繰り返していきます。後ろ身ごろを編んできました。長さは約51センチ。ここは脇の下になって、こっちが袖ぐり。脇の下から裾までは約30センチ。で、袖ぐりになる部分、ここは21センチ。少し広めになりました。で、段数を数えてみると、この狭くしたところから模様編みは12段、最後は V になっています。その上に細編みを1段、これで終わりにします。好みの長さまで V の後に細編みを編みます。その細編みの編み方を見ていきます。
袖ぐりになる部分はできました。最後の細編みは鎖1つ裏返して根元に細編み、次はこの部位の長編み、ここに細編み、次は部位の真ん中、長編みに細編みで、またこれで端まで編んでいきます。端まで細編みをしてきました。最後に鎖を1つ、糸を切ります。この糸端は後で肩を縫い合わせる時に使えるので、縫う長さの2倍から3倍残してで切ります。これで後ろ身ごろが出来上がりました。前身ごろのサイズについて紹介します。前身ごろを作っていきます。前身ごろは後ろ身ごろと同じ作り方をします。ただこの横幅だけ違っています。前の方が後ろよりも10センチ広くなっています。ここに差をつけることによって端と端を合わせて肩を縫い合わせて、こっちも端と端を合わせて、で襟ぐりを作った時にこの横幅の差の分、前身ごろが下に垂れる形になります。この前身ごろと後ろ身ごろの差によってこの垂れる長さは変わってきます。お好みにするんですが、この差を少なくするとこんな感じ、広くするとこんな形になります。お好みによるんですが、私は今回前と後ろの差を10センチにしました。なので私は後ろ身ごろを60センチ、60センチの細編みを編んでスタートしました。前身ごろは70センチ細編みを編みました。もう少し狭くても大丈夫だと思います。私はこれぐらいで同じように作ります。その他は全部同じ。途中で模様一つ分内側に入れて少し狭くしています。で、後で合わせてで縫い合わせます。で、前身ごろができたらまず表と裏を確認します。最初の細編みが表の方が表、そうすると最後の細編みも表になっています。こっちも確認します。最後の細編みが表の方が表で、肩を縫い合わせます。で、この表を内側にします。今裏が上になっています。こっちは表、こっちは裏。表を内側にして肩を縫い合わせていきます。マーカーをつけます。で、私はマーカーを端から15センチで、こっちも15、間を私は
約37センチで、こっちは後ろ身ごろ、こっちの間は27センチぐらい。だいたいつけて、で縫ってから途中で体に合わせてみて好みの長さにしようと思っています。内側を表にして端から縫い合わせていきます。糸はさっき残していた糸端を使います。で、手前から糸が出ています。端の細編みと向こう側の端の細編み、2本の糸の下、こっちも2本の糸の下で、このまま向こう側で、手前の細編み、2本の糸の下、次は隣、また2本の糸の下で、このまま縫い合わせていきます。この時、この縫い合わせる糸があまりきつくならないようにします。あまりきついとここが突っ張るので、少し緩めに縫い合わせていきます。このままマーカーのところまで縫ってきました。ここで一旦休んで、もう片方の肩を縫います。マーカーのところまで縫ったら頭を通してみて、で好みの広さかを確認します。狭かったら少しほどいて、で広すぎたらあともう少し縫い合わせます。私は試してみたらあと2つ縫いました。これでだいたい 1.5 センチぐらい。こっちもあと2つ縫い合わせます。これで好みの広さになりました。端はもう一回で、あとはほどけないように留めます。反対側も同じように始末します。次は脇を縫い合わせていきます。こっちが裾で、こっちが袖ぐりになる方、この間を縫い合わせていきます。今裏が上の状態、内側は表になっています。で糸は私は2本一緒にして編んできたので、ここでは1本にして縫い合わせようかと思っています。2本でも1本でも大丈夫です。で、裾からここには細編みがあります。この糸端の出ているところ、ここに針を入れます。向こうも
端の細編み、で細編みと細編み、細編みの端に針を入れて、次から長編みと長編み、だいたい2つぐらい針を入れて縫い合わせていきます。このまま端まで縫い合わせていきます。ここまで縫っていきます。端まで来ました。端は2回で、ここにちょうど糸端があったので、これと結んでおきます。あとはこれを隠して終わりです。両方の脇を縫い合わせました。これで出来上がりでも大丈夫なんですが、最後にこの襟ぐりを細編みで一周しようかと思います。袖ぐりは鎖一つと長編みでスタートしたので、このままでも大丈夫だと思います。もし細編みで一周したい場合には、これから編む細編みと同じように編んでいきます。で、細編みの編み方は簡単で、まずここだけ2つを1つにして、あと普通に一周、こことここだけ2つを1つにして編んでいきます。まずこっちが前、こっちが後ろ、ここぐらいからスタートしていきます。縫い合わせたところの少し背中の方、ここぐらいから始めていきます。鎖一つ、根元に細編みで、最初の細編みにマーカーをつけておきます。次はこの隣、次は縫い合わせたところ、これが縫い合わせた糸、この両脇、ここに細編みの途中、次も細編みの途中、一度に引き抜いて、これで2つが1つになりました。次からは1つに1つずつ、このまま反対側の縫い合わせたところまで一つに一つの細編みをしていきます。次の縫い合わせたところまで来ました。縫い合わせた糸の両脇、
ここに細編みの途中、次も一度に引き抜きます。次からまた一つに一つずつ、このままスタートしたところまで細編みを続けます。一周してスタート地点まで来ました。最後の細編みから糸を抜きます。針で始末したいので少し長めに糸を残します。で、糸を抜きます。で、マーカーをつけている一つ目の細編み、一つ目の細編みの隣に針を入れます。端から1、2、手前から向こう、2本の糸の下、で最後の細編み、最後の細編みの上から針を入れます。で、上から下の細編みも通って裏に出します。大きさを揃えます。で、あとは裏でほどけないように隠します。他の糸端も隠します。これで出来上がりました。脇の下に当たる部分には余裕分を作って腕が動かしやすくなっています。で、襟ぐりは幅を変えているだけでとても簡単な作り方です。サイズを測りました。上から下まで50センチ、横幅65センチ、襟ぐりは60センチ、糸は 300g 使いました。玉の数でいうと2玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。